man. Seldom, scarcely. Milk, shrine, tablet.
hard to rename this time. It's hard to rename. Thisすべて手残りがないようしっかり混ぜてDestination.
塩の加えてオープン。これをね、ここで溶かしていくわけだ。痛い。Capable, credit, what? 今週も1週間1万円で生活をしてきました。先にね、来週のお話からしちゃうと、ちょっと予算を超過してでも自分のコンディションを整える方にフォーカスしようかなと思ってます。関するお話も含めてね、この後ちょっとお話ししていければなと思ってます。今日、久々に体験したことが2つありました。1個目が、スターバックスに行きました。前いつ行ったんやろ、ちょっと記憶にないんですけど、数ヶ月ぶりちゃうんかなっていうくらい久々にスタバに行きました。普段カフェベローチェっていうところでね、モーニング C セットラージコーヒー頼んで割引なしやったら550円なんですよ。で今回スタバでチョコスコーンとコーヒーのトールサイズ頼んで720、30円やったかな。だいたい200円ぐらい高いわけですよ。節約の民からすると贅沢品なんですよね、スタバ。じゃあなんで行ったのかっていうと、冒頭ね、ちょっとお話したところにも通ずるところなんですけど、3月の末ぐらいからちょっと自律神経の不調を感じていて、なんか乱れてるなっていうふうに感じてるんですよね。具体的にどういう状況が起きているのかっていうと、過食ですよね。たくさん食べちゃう。食べてもね、お腹いっぱいにならないんですよ。そういう状態であったりとか、疲れやすくなってるなって、疲労がちょっと慢性化してきてるところがあるなというふうに感じてます。そこをね、なんとか紐ほどきたいなというふうに考えていて、いつもと違う刺激を与えることで気持ちがちょっとリフレッシュできるんじゃないかなというふうに考えてスタバに行きました。結果としてはね、非常に良かったですね。久々にスタバにいるときにぼーっとする時間が作れていたので、このぼーっとする時間って脳にめちゃくちゃ大事な時間なんですよね。一見何の生産性もない時間だと思われると思うんですけど、そのぼーっとすることによってその間に脳が頭の中を整理整頓してくれてるんですよね。なので結構ね、必要な行動なんですよ、ぼーっとするの。で、今ね、ジャスタイムで思いついたんですけど、そういえばここ数ヶ月全然ぼーっとする時間を設けてなかったなと思います。
ね、火曜日も有給取って今日、明日、明後日と3連休にしているので、ちょっとこの3連休ぐらいはせめてぼーっとする時間を設けて、精神的な健康もね、保持していきたいなと考えてます。で、2つ目としては、牛肉を買いました。これもめちゃくちゃ久々。牛単体っていうのは、こっち引っ越してきてから初ちゃう？本当に記憶にないんですよね。牛単体で買ったのは。なんで牛単体じゃ買わないのかっていうと、そこもね、スタバと同じ節約生活っていう部分に関係してきてて、高いんですよね。今日買ったやつとかでも 200g しか入ってないのに580円。580円だったら、これ豚肉に換算したらね、だいたいね、500g 弱は入ってるやつを買えるんですよね。2.5 倍ですよ。でも、今日は牛肉を買いました。その理由がね、今日の自炊のメニューにつながってくるんですけど、オムハヤシ作りました。実はね、これもね、前々からもうね、年明ける前からずっと食べたいなと思ってたんですけど、やっぱ牛肉高いからどんどん先送りにしてたらいつの間にかもうね、4月ですよ。4月も中旬。でもね、予算内でね、しっかりと牛肉も買って食べたいもの食べれて幸せでしたね。ハヤシライス牛肉じゃないとね、飽きまへんわ。鶏肉と牛肉まだ中に入ってるんで、明日もね、夕食はあれにするかもしれへんし、違うやつになるかもしれない。そこは明日の気分次第で決めます。ということでね、2個目は牛肉を久々に買いましたってことです。あと1分で11時になるので寝ます。先週やった足もそうやけど、しっかりと心身ともに体調を整えろよと励ましていただける方、ぜひチャンネル登録お願いします。おつかみ。